はいさはいさーさあ沖縄南部のジャングルへ瞑想です。さあ今日は沖縄県南部にある南城市玉城に来たんですけど、はい、ガンガラの谷の前からスタートっていうことなんですかね。そうなんです、はい、沖縄のジャングルといえばやっぱり北部のやんばるも大変有名なんですけれども、南部のジャングルも侮れませんよ。ところでかなさん、はい、港川人って聞いたことありますかね。もちろんですよ。うちなんちゅの祖先かもしれないって言われてる人ですよね。そうなんですよ。その港川人はですね、八重世界の時にも紹介したんですけれども、実はこちらの今やガンガラの谷と呼ばれている場所とその周辺で生活していたんじゃないかなと言われてるんですよ。で、そこではねすごく共通を感じるのが、うちの地元ではクロマニオン人っていうのは有名なんですけれども、はい、ヨーロッパ発祥の、人間と言われてるんですけれども、沖縄ではその港川人が同じような存在なので、もうとても親近感を感じるんですよね。なので今回はその原始時代やそのさらに前に遡る沖縄南部の原始ジャングルを紹介したいと思います。わあ楽しみ。早速行きましょう。せーの、レッツゴーやー。皆さん、チャンネルの応援をよろしくお願いします。Merci de soutenir la chaîne。すごいな、日差しが。本当自然だ。おお。マイナスイオン。いい風。ジャングルの風だ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今日ガイドしてくださる方ですか。はい、そうです。ガンガラの谷の音黒と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。出発の前に今日ですね、水分補給のために麦茶もご用意してます。嬉しい。どうぞどうぞ。ボトルが可愛い。めちゃめちゃ可愛い。リフレッシュする。ね、冷えてて美味しい。まだスタートしてないけどね。これからだ。でも皆さんね、夏は本当に特に沖縄が暑いし、紫外線が強いのでちゃんと水分補給大事ですよ。ではご案内いたします。自然がすごい。もうジャングル。本当ジャングル。確かにもうこう現代社会から離れてるとはいえ、ちゃんと整備されてるから歩きやすい。確かに歩きやすい。いいとこ取り。原始を感じながら、現代の便利さもちょっと入ってるけど。実はここガンガラの谷、大昔は洞窟があった。この一つの大きな洞窟か、もしくはいくつかちょっと穴があったのか、複数の細い洞窟があって、それが全部崩れ落ちたっていう。で残ってるのがあれなんですか。そうなんです。崖で大昔の洞窟の壁が残ってる場所ですね。崖の真ん中の方にちょっと前歯みたいな石が残ってるんですね。あれが鍾乳石。見えます見えます。そうそう、鍾乳石って洞窟の中じゃないとできにくいと言われているので、そうですね。こう土の層に入った水がいろんなもうこう石とか土の中に入っているミネラルを含んで、そしたら頭に溜まっていくっていうものですよね。なんか科学書みたいな感じで。なんかね、知識が豊富ですよね。そう勉強好きだから。いや間違ってればちゃんと訂正してくださいね。それが残ってるということで証明されてるっていうことなんですね。そうです。へえ。川もはっきり見えてきた。本当だ。飛び込みたい。ダメだと思うけど。でマイナスイオンはね完全に出てますもんね。いいですよ。そして見てこのガジュマル。すごい立派。うわ。ヒゲがもうヒゲというよりも枝。
新しい根っこも今出始めてます。あ白いどれが新しいのなんこのですか？白いのが新しい根っこもやしみだって。たいな。うん、確かにもやしみたい。もともと細い根っこがどんどん地面ついてでそこからまたさらに太くなったのがこれこれです。はい幹になってんですか？そうなんですよ。はい。もう一体化する感じですね。複数のものが一個に一個にもう合体したってことなんですよね。そうです。こう時間とともにこうすごい。こうブっていう生命力がすごいですね。っていうかもはや液体液体ですか？ラジオでこう混ざる混ざり合う。こんな混ざり合うっていうことができるのは。あ、蝶々がすごい。本当綺麗。超綺麗。めっちゃ挨拶して綺麗してくれた。ああ、洞窟ですか？はい。なんか川が続いてて、本当だ。めちゃくちゃ地層も見えるし、はすごいやっぱこう洞窟のどんどんね水の音が増してきてますし、はいまたこちらのね右岸樹がありますけれども、お祈りの場所っていうことなんですね。そうなんです。だいたい2、300年ほど前からこの沖縄の方たちが来てお祈りを捧げている場所なんですよ。はいはいははい。でここが生賀堂。このい。生賀堂。生賀はい。はい沖縄の方言で男性の洞窟と呼ばれている場所で、ただ沖縄のこのお祈りの風習はこの空間全体、自然の空間全空体に間全体。はいじゃあ向けてここにすればこの洞窟全体っていうことなんですね。そうなんです。だから洞窟の入り口にっていうそうです。そうです。面白い、このねまた地形とかが見えて本当素晴らしい。なんかパワー感じますよね。すごいもうこの水筒の次はさらにねランプでさらに冒険者気分になったんですけれども、めっちゃ響く。あとバンソンさん、鍾乳石のピチャっていうのがねね、水が弾いてなんか雨が降って冷たい雨が降ってるみたいな感じで、待っていろいろ鍾乳石が出てきましたよ。ましたね。太い。大きいですね。これも何百万年の本当に冒険してるみたい。本当に冒険してる。おおいたいた。こちらです。あった。あ、これか。あった。オスっちゃオスですね。はこれだ。い。いやー、なるほどなるほどなるほど。これか。これなんですね。だから男性のっていうことなんですけれども。なるほど。どの文化も昔からこの繁栄とかを象徴するのは、まあ、女性のふくらかな体だったりとか、男性の、大多単語大体松茸だったりとかこういうものを昔の人間がずっとこの豊作とかのためにも、ね、ちなみに来る途中で、こう母神って書いてあったのも見かけたんですけれども、あちらは何ですか？あそこは、女性の洞窟稲具堂という洞窟です。向こうはですね、安産とか良縁がお祈り捧げられている場所で、じゃあ女性の体を模した何か自然な形があったりするってことですね。いいですね。でもまだまだ終わらないのでぜひ続けましょう。はい。すごい。迫力ありますね、ここね。よいしょ。よいしょ。なんかさらに谷の中の谷。ね、どんどん進んでいきますね。でも冒頭におっしゃってた複数の洞窟だったかもしれないっていうのは分かりますよね。こう分けられてるから。そうですね。ああ。
うわー、すごこれい。はもう圧巻だ。何これ、見てくださいよ。わこれもう宮崎の世界よ。本当ですね。ジブリの世界ですよ。ジブリっていうかこのガジュマルの中に世界がありそう。本当ですね。人のお家とか。これすごいですね。高い。この大きなガジュマルの木が、はウフシュガジュマルっていう木です。ウフシュ、なんかウフシーサーとかって聞いた、大きいシーサーとかって、大きいですなので大きいガジュマルってことですか。そうです。はあ。いや、それは大きいもんね。大きいですね。これ何メートルぐらいあるんですか。これが根っこだけで15メートルほどはあります。ってことはもっと20、30 10メートルぐらいですね、全長もでう。ちょっとありそうな感じですね。はいこれ本当すごいね。すごい。また本当にこの幻想の世界に入ったみたいな、おとぎ話の世界とか、この子供がもう見る夢、みたいな本当に風景なんですよね。これは。では次で最後の洞窟です。ちょっと入っていきましょう。場所ですね。わあ、またお部屋みたいな。本当だ。すごい。これはもしかしたらなんかいろいろねさしてあるし、発掘調査現場。そうです。発掘中の洞窟です。発掘中。これね、お墓だと思いますよ。合ってますか？正解です。ですよね。こうね、ほら遺骨の周りに岩を置いてるっていうちょっと人間のサイズぐらいの形になってませんか？2500年前の石の棺と言われています。石のここから骨も発掘されたんですか？はい、骨も実際に見つかってます。で手前が頭の骨があって、向こうの方に足ですね。意外ね。逆と思いましたね。逆って思っちゃうんですよね。形を見ると確かに足の方へちょっと広がっていってるんで。これでさ、昔のいろんな文化で、誰か亡くなられた時に、この土葬とかする時に、この例えばお気に入りのアクセサリーをつけたりとか、高価なものとかをつけたりとかって文化あるじゃないですか。ここでなんか一緒にその体と一緒に見つかったものってあったりしますか？はい、実はあります。理由はよく分かってはいないんですけど、この方の左腕に貝のビーズのブレスレットのようなものがありました。沖縄らしい。なんかやっぱ海が近いし、貝っていろんな役割があって昔お金として使ってた文化もあったりするしね。さらにこの辺といえばね、さらに遡ると港川人とかもこの近くですよね。そうです。ここね、ガンガラの谷から1キロちょっと先の場所から港川人さん発見されてます、ね。港川フィッシャーっていうところでもうね、先日見に行ったんですけれども、すごいな。生活の跡もあるんですね。残ってるんだ。いやもう本当にね、自然を感じて、マイナスイオン感じて、歴史も勉強して素晴らしい案内でした。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、かなさん、ガンガラの谷いかがでしたか？いや、素晴らしい体験でしたね。なんか森の中に静けさもあって、で生き物たちの声も聞こえて、なんだか古代にタイムスリップしたような、そんな感覚を味わえました。そうですよね。自然はもちろんマイナスイオンもたっぷりあったんですけれども、僕のフランスの地元のドルドニュ県でペリゴールで見つかったクロマニョン人とどうしてもね、もうこうラップするっていうか、連想する部分があって、この自然の中でもう何万年前の歴史も感じられて、またこのジャングル自体も何万とかってレベルじゃないからね、もっともっともう原始時代より前に遡るんじゃないかっていうぐらいな自然の力を感じるんですけれども、ここでですね、ジャングルといえばまだまだ南部のジャングルがここで終わりませんよ。はい、実は沖縄ワールドの裏手にあるジャングル、ウワガジャングルナイトトレッキングという素晴らしいアクティビティがあります。まだね、未整備のジャングルを冒険できる素晴らしいナイトトレッキングがありますので、次回はそこを冒険したいと思います。楽しみ。さらに冒険度上がりますよ。それでは皆さん、 See you シーさん。今日も
沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちなんちの私でも様々な発見がありましたよ。皆さんぜひチャンネル登録をよろしくうにげーさびら。うんじくみそうりよ。